はい、乙女座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は11月20日の新月から12月5日満月までの2週間を星の解説しながらタロットを見てみたいと思います。よろしくお願いします。あと11月の20日からカペラノートの PDF 版が発売になります。ノートをね、紙版をご購入いただいた皆さん本当にありがとうございました。11月末までには皆さんのお手元に届くと思いますので少々お待ちください。そしてデジタルの分はカペラノートそのまんまデジタルにしましたので、ノートを買えなかったよっていう方もデジタルでご覧いただければ嬉しいです。では行きます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ペンタクスのキング、カップ9逆、ワンド8逆、死神、ペンタクスの9逆、はい、ソードの4、そしてソードナイト。気をつけることで対策がペンタクスのページの逆とソード9の逆とオラクルはじゃん、ペンタクルスの10です。おめでとうございます。よかったですね。ちょっといろいろなんかドラマがありそうだったから、ちょっと解説していきますが、まず星の動きで言うとですね、12星座共通で出した新月からの流れっていうのをぜひご覧いただきたいんですけれども、何かこう自分のね深いところでこうでなければならないって思っていたもののブロックが外れるとか、何かを解放できるとか、本当に自分らしく入れるよっていう真実に基づいた自分で入れるよっていう流れがあるわけです。で、乙女座さんはおそらくものすごく人に対しても優しかったりとかケアしてあげる力が強いと思うんですよね。なので今ものすごくコミュニケーション運が上がっているんですけれども、上がってる分全部に対して気を使ったりとか丁寧に対応したりとか失礼のないようにっていうふうにしてると疲れちゃいますよね。なんかその疲れとかピークっていうものに達してるのかなっていう感じがしました。で、自分が絶対に正しくじゃないな、自分が絶対に礼儀正しくあらねばならないとかこうあらねばならないって思い込んですごく頑張ったこと、自分を犠牲にしてでもやったことに関してはもうそれはそこまで頑張らなくても十分ですよって、もうそれによってなんて言ったらいいんだろうな、それによって自分が評価されることとか自分の価値っていうものはそこに比例しませんっていうふうに言われてるんですよね。要するに例えばの話ですけど、10人の人からいきなりメールがいっぺんに来ました。でその10人に全部に丁寧に対応してると全然自分の時間がなくなっちゃって、もう睡眠時間もないけどでもちゃんと対応しないとってやってるとします。でそうやってやることがその人たちに対しての礼儀だし自分らしいと思っていたところが、例えば自分がもういっぱいいっぱいでもう返事ができませんってなって返事をしませんでした何人かはってなっても、もし自分が本当に自分の真実に従った判断をしてどうしても返事ができなかった人たちっていうのは本当は連絡取らなくてもよかった人たちだったみたいな感じで、自分が何をしたとかこれをしたとかこれができなかったっていうことが乙女座さん自身の価値を決めるわけじゃないよっていうふうに言われてるんですね。なので自分がこうあらねばならないと思い込んでいた、例えばその理想の自分像だったりとかこうがいいと思っていたものがもう変わっていくっていうタイミングなので、もう何かを終えることができたんだ、もしくは今から終えるんだみたいなカードが出ています。この死神っていうのは一つの時代が終わるよっていうカードなんですね。でこれ終えることによってすっきりするんじゃないでしょうか。本当にすっきりするか、もしくは終えた後に本当に良かったのかなそれでっていうふうにちょっと考えるか、両方可能性はあります。ただなんか今のこの激しいコミュニケーションの波とか仕事の流れかもしれませんし、人との関わりかもしれませんが、何かその情報がもうものすごく多くて
考えさせられるとか、なぜそういうことが起こってるかっていうと、そのこと自体が本来は乙女座さんが心地よく幸せを感じるために、自分らしく生きるためのチャンスとして起きてることだよっていう感じで言われてるんですね。なのでいっぱいここまでもチャンスあったと思うんです。ただもしかしたらご自身はこのペンタクスのキングのようにゆったりと椅子に座って余裕のある人でいたいみたいな感じがあるかもしれませんが、これまでの中であまりにも激しかったって感じがあって、何かを無理やりに進めたことによって、まるでですよ、まるで全員がそうとは言わないんですけど、本当はゆっくり座っていたかったとか、物事をちゃんと収めたかった、流れをちゃんとゆっくりと自分なりに手応えを感じながら見たかったことが、あまりにも早い流れでいろんなことが起きたせいで、まるで自分が2つに分かれてしまったかのような感覚がするっていう感じがします。でそのもう一つっていうのは、これでよかったんだ、もうこれを終えようっていう自分。でももう一つっていうのは、なんかそれを全部をこなせなかった自分に対しての批判みたいな意識があって、なので批判意識で自分を見てる時っていうのは、なんでもっとちゃんとやらなかったのとか、なんでもっと自分はできないのっていうことでどんどん自分を責めたくなる。でももう一つの自分っていうのは、本当はこれでよかったんだよって分かっているみたいな、まるでなんか本当の自分とエゴの自分が分裂してるみたいな感じがさえする感じ。これ例え話ですよ。なのでカードもものすごく両極端です。999ってもう何かがピークに達してるみたいなエネルギーもあり、ものすごいチャンスだよっていうエネルギーもあり、そしてオラクルはペンタクスの10でもう十分豊かですと、十分全部持ってます乙女座さん、必要なものはって言われてるけど、なんかこうまるで自分は何もできませんでしたって言って寝ているみたいな感じとか、もっとこの遅れを取り戻さなければいけないと思って走りたくなったりとか、いやでも本当はその不安な気持ちからそうしているみたいな、両極端なエネルギーをすごく感じます。なのでここは星の流れを生かしましょう。星はいつでも必要なことを起こしてくれるんですけど、10月22日からは太陽がいて座に入るんですね。でいて座に入ることによって少し気分が明るくなります。今まではなんか見えないところで努力とかこう本心を探るみたいな感じだったとしたら、自由に冒険しましょうみたいなとか、なるようになるでしょうみたいな、そんな感じで明るい感覚になってくると思います。考えが明るくなるのは、12月のもうちょっと先、12日以降かもしれませんけど、でももう12月1日になったら金星というね、社交星も自分の心に入ってくるとか内側に入ってくるっていうのもあるので、ちょっと落ち着くエネルギーになると思うんですね。なのでやっぱりこれでよかった、慌てなくてよかったみたいな気持ちにもなりますし、どこかでなんていうかな、やっぱここまで頑張ってきた自分を本当にたっぷりとねぎらってあげてほしいんですね。たっぷりと。これはもし自分にご褒美をあげれるなら、何か物質的なご褒美でもいいし、美味しいもの食べるでもいいし、なんか心の需要を自分に与えてほしいっていう感じがします。なんかこうちゃんと自分のハートを自分で温めるみたいな感じがしますね。そしてそしてね、やっぱり走りたくなるんですよねなんだかあれやっとこうこれやっとこうみたいな感じで。でもそれはなぜかっていうと、おそらく仕事のチャンスとか何か自分にとってこれをちゃんとやりたいんだっていうお仕事なのか勉強なのか関係性なのか分かりませんけど、育てていきたい何かっていうものがはっきりとあるから、早くそこに携わろうとして早く結果を出そうとして焦ったり、自分でもそこに没頭したくなるっていうのがあると思うんですけど、でもやっぱりね、カードはね、ゆっくり休んでくださいよっていうふうに言われてるんですね。どうしても無理しすぎちゃうと、気づかないうちに神経過敏になっていたり、気づかないうちに頭はすごい回ってるけど体が疲れていて、なんかしっかり休めないみたいになったりするので、ゆっくり休んでくださいと。休んでても運は逃げないし、休んだ方がパフォーマンスが良くなるので、自分にそれを許可してくださいねっていうことを言われています。そしてやっぱり焦らなくても必要なものは自分の中にあるよっていうことをすごく言われてる感じがしました。どうですか？あるような気がしませんか？そんな目で自分を見てみてくださいね。ちょっ
とお仕事のこと見てみます。ワンドの3、カップの3、ジャスティスということで、仕事に関しては可能性の中にいます。ただ感情的にものすごく満たされるかっていうと、少しそのパートナーシップ、仕事場のパートナーシップだったりとか同僚だったりとかっていう人との意見の食い違いはあるのかなっていう感じもして、そこに対して乙女座さんはやっぱりまた気を使ったりとかしてうまく調和を保とうとして相手のエネルギーに合わそうとする動きがあるなっていう感じがして、そうなると自分のそのパフォーマンスというか仕事に対して純粋に仕事をするというエネルギーが何のためにやってたんだったかなみたいな感じになるんですけど、お仕事としては前向きだったり、仕事としてはこの仕事やっていきたいなっていう感じの中にいるっていう感じがするので、やっぱり不必要に心配しすぎたりとか気を使いすぎずにたっぷり自分をケアする、自分しっかり寝るみたいなそうしてほしいなと思います。またはお仕事で例えば何か自分でされてる方とかでしたら、その自分の従業員の方だったりとか取引する先の人のことを考えて自分の都合を変更するみたいな、そういうこともあるのかもしれませんね。ただ先ほど言ったみたいにやっぱり私いつも星を生かすっていうのはそういう天気予報なんだって分かるだけなので、じゃあこの時は家でゆっくりしましょうとか、じゃあ今はこうしましょうっていうその一つの目安になるのでね、それでいくと11月の1日からは自分の心を満たしましょう、家の中でゆっくりしましょうみたいな時で、少し小休止みたいな感じの時なんですね。なので家族と過ごしたり、家族じゃなくても家族のような大事な人と過ごしたり、自分の部屋、安全な場所で安全な空間で自分を癒す、心の需要をしっかりするっていうのが仕事にもつながるっていう感じがしました。ちょっとパートナーシップ見てみますね。また出ましたね、ジャスティス。カップの8、カップ7ということで、ジャスティスのカードっていうのはすごくバランスなんですね。そして正義というカードなんですけど、自分にとっての正義って他者にとって一致しなかったりするんですよね。そちらの立場ではそれが正義でもこっちの立場ではこれが正義って、それは相反するものがお互いの真実だったりするので、それを全てうまく生かそうというのではなく、自分の世界観の中では自分の正義を貫くとか自分を大事にするっていうふうにしてほしいんです。でパートナーシップって言った時にもこのカードが出てくるっていうことはやっぱりよっぽど他者に合わせているとか、他者のことを気遣っている、変に気を使って小さくなってるという意味ではなく、やっぱりうまくね、仕事もそうですけどパートナーシップうまくいきたいっていう思いがあるからこそ必要に応じて自分がケアをしているっていう感じだと思うんですね。ただカードからのメッセージとしては、自分の感情にも気をつけてあげてくださいねっていうことだったんです。もちろん他者の人に気をつけてあげてるのはあげてると思います、乙女座さんだから。だけど自分の気持ちも他者以上に気にかけてあげてねっていうメッセージがあって、なぜならば感情的にはもう何か一つが終わろうとしている、誰かに対しての感情が終わろうとしているし、それは決して悪いことでも何でもないし、なおかつ自分の気持ちに正直になったら自分の気持ちをちゃんと自分でケアすることによってこれまで見えなかった可能性が見えてきてますよっていうことも言われているので、関係性がより深い、本当にその今の新月にぴったりなんですけど、より深い本物の関係性にシフトしていくためのなんか通過儀礼みたいなことが起こってるんじゃないかっていう感じがするんですね。その時に自分をケアする、自分の感情にちゃんとフォーカスするっていうことをしてるとうまくいくよって言われてる気がしました。ちょっと余談ですけどね、なんかいい感情だけ感じたくて悪い感情を感じたくないとかあるじゃないですか。例えば人のいいところを見るのがね得意な人っていいとこばっかり見るんだけど、本当は嫌だなって思ってる感情をかき消したり奥に
押し込めたりとかすると何かの時に出てきますよね、その感情って。でもこういう感情もあるんだなって最初からもう光を当ててあげるっていうか、そうすると、どっちもあるよ、それが私ですよみたいにする方がバランスが取れているっていうことなんですね。ちょっと最後にもう一枚見ています。ちょっとお知らせなんですけども、次11月30日に夜9時から YouTube ライブを行います。これはカペラノートの使い方説明やカペラノート以外でも皆さんの Q&A に答えていこうかなと思っています。そして9時45分、夜の9時45分からは YouTube のメンバーシップの限定ライブを行いますので、事前にご質問を送ってくださったらその方の運勢に沿った説明をさせていただきます。はい、ではもう一枚引いてみますねって言って引いたのがこちらでした。どうですか、この明るいカード。ぜひこんな感じで喜びを受け取ってほしいなと思います。喜びとか祝福とか、自分のその直感を使ってこれから何かを生み出していくっていう、これもそうなんですけど、これもそうだしこれもそうだし、とっても本当は乙女座さんにはその価値がある、喜びを受け取る価値があるんですけど、喜びよりも役割とかっていうふうに自分の意識を向けていたかもしれないので、大丈夫ですよって、ゆっくりしても大丈夫ですよっていうメッセージだなと思いました。はい、ということで今回もご視聴ありがとうございました。いい時間をお過ごしください。失礼します。